2025年の秋、アメリカ、オレゴン州の小さな病院の一室で、一つの再会が静かに結ばれた。窓から差し込む夕日が、白いベッドシーツを柔らかく染めていた。その部屋に入ってきた女性は、緊張で手を震わせながら、ドアのノブをゆっくりと回した。ベッドに横たわるを置いた女性は、その気配を感じた瞬間、か細い声でこうつぶやいた。やっと、会えたね。と、涙が先に落ちた。言葉は、その後からついてきた。老いた母親がゆっくりと手を伸ばし、枕元の引き出しを開けた。取り出したのは、一枚の色あせた写真だった。白黒に近いほどあせたその写真に写っていたのは、生まれたばかりの赤ちゃんだった。ずっと、持っていたよ。と、母親は言った。一日も、手放したことはなかった。その赤ちゃんこそ、コンベの前に立つ40代の女性だった。40年という歳月を超えて、二人はようやく同じ空気を吸うことができた。しかしその再会には、残酷な現実が影を落としていた。母親の余命は、すでに6ヶ月を切っていた。これは作り話ではない。実際にアメリカで起きた、一つの家族の物語だ。一枚の古い養子縁組の書類に記された、たった数項の情報。そこから始まった、40年越しの追跡。そして現代の科学が生んだ DNA 検査という道具が、長い年月の壁をついに突き破った。奇跡のような再会の陰には、どれほどの孤独と、どれほどの祈りが積み重なっていたのだろうか。母は、娘を忘れたことが一度もなかった。娘もまた、会ったことのない母の面影を、ずっと心の中に探し続けていた。二人の間に流れた40年は、決して無駄ではなかった。それぞれの人生の中で、互いを思う気持ちが、静かに、しかし確かに生き続けていたからだ。では、この物語はどこから始まったのか。娘は一体どんな人生を歩み、なぜ今になって母を探す決断をしたのか。次は、この物語の主人公について、じっくりと紐解いていこう。1986年、韓国のソウル近郊にある小さな病院で、一人の女の子が生まれた。母親の名はユン・ジョンファ。当時23歳、未婚のまま、一人で出産に臨んだ若い女性だった。時代は、今とは大きく違った。当時の韓国社会において、未婚の母であることは、深刻な社会的偏見にさらされることを意味した。家族からの圧力、周囲の冷たい視線、そして、生活を支える術も持たない若さ。ジョンファは、追い詰められた状況の中で、ある決断を迫られた。生まれたばかりの娘を、海の向こうへ送り出すこと。それが、娘にとって最善の未来だと、自分に言い聞かせるしかなかった。その数ヶ月後、赤ちゃんはアメリカへと渡った。受け入れたのは、ミネソタ州に住む温かい夫婦だった。二人に子供はいなかった。長年、養子縁組を望んでいた。そしてその小さな命を、我が子として迎え入れた。女の子はサラと名付けられた。サラ、ミラー、アメリカ人として、ミネソタの空の下で育っていった。養父母はサラをこの上なく愛した。不自由のない暮らし、笑い声の絶えない家庭。サラは何不自由なく成長した。それでも、心のどこかに、言葉にできない空白があった。鏡を見るたびに思った。この顔は、誰に似ているのだろう。この目は、誰の目なのだろう。学校で家族の歴史を書く授業があった。サラだけが、最初の一項を埋められなかった。思春期を過ぎ、大学へ進み、仕事を持ち、やがて自分自身も母親となった。子供を腕に抱いたその瞬間、胸の奥に眠っていた感情が、静かに揺れ動いた。この子は私に似ている。では、私は誰に似ているのか。それが、すべての始まりだった。2025年、サラは40歳を目前にして、ついに決意した。自分のルーツを探すこと。生みの母がどこにいるのか、今もこの世にいるのかさえわからない。それでも、探さずにはいられなかった。手元にあるのは、40年前の入用書類に残された、わずか数項の情報だけだった。名前の断片、生年月日、そして出身地の記録。それだけが、見知らぬ母へとつながる、唯一の糸だった。この細い糸を手繰り、サラは動き出した。そして、現代の科学が生んだ一つの道具が、奇跡への扉を開くことになる。次のパートでは、
サラがどのようにして母を探し当てたのか、そして、ついに二人が向き合うその瞬間へと、物語は動いていく。DNA キットの結果が届いたのは、サラが検体を送ってから6週間後のことだった。画面に表示されたのは、一件のマッチング通知。遠い親戚かもしれない。あるいは、全く別の誰かかもしれない。それでも、サラの手は震えていた。メッセージを送った。返事を待った。3日間、眠れなかった。4日目の朝、返信が届いた。相手は韓国系の女性で、アメリカの中西部に暮らしていた。彼女もまた、長年ある人を探していたと言った。その人の名前と、生年月日と、失われた記憶の断片を、静かに打ち明けてくれた。サラは息を飲んだ。すべてが、一致していた。そこから先は、嵐のような2週間だった。電話をかけ、記録を掘り起こし、通訳を介してやり取りを重ねた。そしてついに、一本の電話番号が手に入った。サラは長い時間、その番号を見つめ続けた。押すことができなかった。もし繋がらなかったら、もし、すでに遅かったら、深呼吸を一つ、そして、指を動かした。コール音が、3回鳴った。もしもし、か細い声だった。しかしその声の奥に、確かなぬくもりがあった。サラは日本語で準備していた言葉を忘れ、ただ泣いた。電話口の向こうでも、しばらく沈黙が続いた後、静かなおえつが聞こえてきた。言葉はいらなかった。二人が初めて対面したのは、それから3週間後のことだ。サラはオハイオ州の小さな町を訪れた。空港を出ると、車椅子に座った小柄な女性が待っていた。その女性は、サラの顔を見た瞬間、目を閉じた。まるで、長い旅がようやく終わったかのように、二人は抱き合った。どちらが先に腕を伸ばしたのか、サラにはわからなかった。やがて母親は、小さなポーチから一枚の写真を取り出した。色あせ、端が擦り切れた、古いモノクロの写真。そこに写っていたのは、生まれたばかりの赤ちゃんだった。ずっと、持っていたの。母親はそう言った。ただそれだけを言った。サラは写真を受け取り、長い間、その小さな顔を見つめた。自分が知らない時間が、その一枚の中に静かに刻まれていた。しかし喜びの裏側に、もう一つの現実が待っていた。再会の翌日、医師からの言葉がサラの胸を貫いた。次のパートでは、その現実とどう向き合ったのか、残された時間の中で、二人が選んだこととは何だったのか。医師の言葉は、短かった。それゆえに、重かった。残された時間は、長くはありません。サラは診察室の椅子に座ったまま、しばらく動けなかった。再会の翌日のことだった。40年という歳月をかけて、ようやく見つけた母親。その人が、もう長くは生きられないという、喜びと悲しみが、同時に胸の中で渦を巻いた。しかし、サラは泣くことをしなかった。少なくとも、母親の前では、ジョアンも、同じだった。あなたに会えた。それだけで、十分なの。母親はそう言いながら、静かに笑った。その笑顔には、諦めではなく、どこか穏やかな覚悟が宿っていた。長い年月、一人で抱えてきた罪悪感と後悔。それが、この再会によって、少しだけ溶けていくようだった。二人は、残された時間を共に過ごすことを決めた。サラはアメリカから何度も飛行機に乗った。仕事の合間を縫い、週末のたびに母親の元へ向かった。最初はぎこちなかった会話も、少しずつ言葉が増えていった。好きな食べ物のこと、子供の頃に好きだった音楽のこと、どこか似ている仕草のこと。ある日、ジョアンが言った。あなたの笑い方、私にそっくりね。サラは驚いた。鏡を見るような感覚があった。40年間、自分がどこから来たのかを知らずに生きてきた。その答えが、今、目の前にある人の表情の中に、静かに映し出されていた。二人の間には、まだ埋められない空白があった。共に過ごした記憶がないわけ。言葉を重ねるしかなかった。それでも、重ねるたびに、何かが積み上がっていった。ジョアンの体調が優れない日は、サラが隣に座って手を握った。何も言わなくてもよかった。ただ、そこにいることが、互いにとっての答えだった。こんなに穏やかな気持ちになったのは、久しぶりよ。ジョアンがある夜、そっとつぶやいた。サラは何も答えなかった。ただ、
その手をもう少し強く握り返した。失われた40年は取り戻せない。しかし、今この瞬間は確かに2人のものだった。そして、その限られた時間の中で、2人はもう一つの大切なことを決めた。それが、後に2人にとって最も幸せな記憶になると、この時はまだ誰も知らなかった。2人が過ごした時間は、驚くほど穏やかだった。サラはほぼ毎週末、ジョアンの家を訪れた。最初は短い面会のつもりだった。しかし気づけば、夕方になっても帰れずにいた。ジョアンの家には、小さな庭があった。春になると、白い花が咲いた。ジョアンはその花が好きだと言った。毎年この時期になると、必ず窓から眺めていたと。サラはその話を聞きながら、自分も同じ白い花が好きだということに気づいた。血というものは、不思議だと思った。二人は一緒に食事をした。ジョアンが昔よく作っていたというスープを、サラが隣に立って教わった。不器用な手つきで鍋をかき混ぜるサラを見て、ジョアンは声を出して笑った。その笑い声を聞いたのは、それが初めてだった。サラは、その音をずっと忘れないと思った。ある午後、ジョアンはアルバムを持ち出した。古い写真が丁寧に並んでいた。若い頃のジョアンが写っていた。サラは、自分に似ていると思った。鼻の形が、目の周りが、笑った時の口元が、40年分の空白が、1枚の写真の中に静かに埋まっていくようだった。あなたが生まれた日のことを、今でも覚えているわ。ジョアンがそう言った。声は震えていなかった。ただ、まっすぐにサラを見ていた。あの日、あなたはとても小さかった。でも、泣き声だけは大きかった。サラは笑った。涙をこらえながら、笑った。その言葉だけで、十分だった。自分はあの日、確かにここにいた。この人に、抱かれていた。それだけで、長い間胸に残っていた何かが、少しずつほどけていく気がした。二人はその後、近くの公園を散歩した。ジョアンの足取りは遅かった。しかしサラは急がなかった。ゆっくり歩きながら、たわいない話をした。好きな季節のこと、苦手な食べ物のこと、昔見た映画のこと、どれも小さな話だった。しかしその一つ一つが、かけがえなかった。これが、二人にとって最も幸せな季節だった。失った時間を嘆くのではなく、今ある時間をただ大切に生きた。あの短い春の日々。しかし幸せな時間には、必ず影がある。穏やかな日常は、ある朝突然、静かに揺らぎ始めた。誰も予告しなかった。何の前触れもなかった。ただ、変化はすでに始まっていた。そしてサラにとって、本当の意味での試練は、ここから始まろうとしていた。サラが創作を諦めかけた夜が、何度もあった。書類と向き合い続けた数ヶ月。手がかりは増えるどころか、次々と途絶えた。電話をかけても繋がらない。手紙を送っても返事は来ない。DNA の一致通知を待ちながら、何週間も画面を見つめた。その度に、胸の奥で小さな声が囁いた。もうやめよう。と、そんな時、サラの隣に座り続けた人物がいた。養母のリンダだった。サラが生みの母を探していることを、リンダは最初から知っていた。傷ついていなかったと言えば嘘になるだろう。しかし彼女はそれを顔に出さなかった。ある晩、涙をこらえながら、もう無理かもしれない、とつぶやいたサラに、リンダはただ静かにこう言った。あなたが知りたいと思うこと、それ自体が間違いじゃない。その一言が、サラをつなぎ止めた。リンダは創作の手伝いをしてくれた。書類の整理を一緒にした。役所への問い合わせに付き添った。疲れ果てたサラのために、温かいスープを作って待っていた。派手な励ましではなかった。ただ、そこにいてくれた。それだけで十分だった。友人のジェシカも、欠かせない存在だった。DNA サービスへの登録を最初に進めたのは、ジェシカだった。やってみる価値はある。と、しつこいくらいに言い続けた。サラが諦めかけるたびに、ジェシカはスマートフォンを取り出し、最新の一致候補リストを一緒に確認した。他人事ではなく、まるで自分のことのように向き合ってくれた。その献身が、偶然の一致を見つける日を引き寄せた。そしてついに、遠い親戚を経由して、韓国にいる女性へとつながる糸が現れた。それが、本当の始まりだった。サラ一人では、決してたどり着けなかっただろう。果
方にいてくれた人たちの存在が40年という歳月を超える橋になった。人は一人では失った時間を取り戻せない。でも手をつないでくれる誰かがいれば遠い場所まで歩いていける。サラはそのことをこの長い旅の中で学んだ。しかし穏やかな日々は長くは続かなかった。取り戻したばかりの温かさが今度は別の形で揺らぎ始めようとしていた。穏やかな時間は人を変える。サラはそれを身をもって感じていた。ジョンスクと過ごす日々の中でサラの中にあった何かが静かに溶けていった。それは長年心の奥底に積もっていた答えのない問いだった。なぜ私は捨てられたのだろう。その言葉は幼い頃から何度も胸の中で繰り返されてきた。誰かに言えるものでもなく、ただ一人で抱えてきた重さだった。しかし今、サラはその問いに対する答えを少しずつ受け取っていた。捨てられたのではなかった。託されたのだった。IMG。サラが窓辺に座り、遠くを静かに見つめている後ろ姿。ジョンスクは言った。あなたを手放した日、私の心も一緒に行ってしまったような気がした。でもあなたが元気に生きていてくれた。それだけで十分だった。その言葉を聞いた瞬間、サラの目に涙が浮かんだ。泣くまいと思っていた。けれど、こらえることができなかった。40年間、ずっと誤解していた。母は自分を忘れていたと思っていた。でも違った。母はずっと覚えていたのだ。あの小さな白黒写真を胸に抱いたまま、40年という歳月を生きてきた。その事実が、サラの中の何かを根底から揺るがした。人は変わろうと思って変わるわけではない。何かに触れた瞬間、気がつけば変わっている。サラにとって、その瞬間がこの出会いだった。それまでのサラは、どこか自分の人生に遠慮していた。養父母への感謝と申し訳なさが混ざり合い、自分の感情を後回しにすることが習慣になっていた。しかし今は違う。自分が何を感じ、何を求めているのか、それを正直に認めることが怖くなくなっていた。ジョンスクと過ごす時間は限られている。その現実は変わらない。でもサラはもう、残り時間を嘆くことをやめていた。あるものに目を向けること、今ここにいる人を、今この瞬間に大切にすること、それがサラの選んだ生き方になっていた。変化とは、劇的なものではない。静かに、しかし確かに、人の心を作り変えていくものだ。サラはそれを、この旅の中で学んだ。しかし、穏やかな変化の中で、二人の時間はある日、突然、終わりへと向かって動き始めた。二人が過ごせる時間は、もう多くなかった。医師の言葉は、冷たく、そして正確だった。余命、6ヶ月、それが現実だった。しかしサラは、嘆くことをやめていた。今ここにある時間を、精一杯使おうと決めていた。ある晴れた午後のことだった。サラは母のベッドの傍らに座っていた。窓の外には柔らかな光が差し込んでいた。病室の空気は静かで、二人の間には言葉ではなく呼吸が流れていた。母がゆっくりと手を伸ばした枕の下から何かを取り出した。それは一枚の小さな写真だった。色あせて端が少し折れていた。しかしその写真に写っていたのは紛れもなく赤ちゃんのサラだった。サラは息が止まった。ずっと持っていたの。母はか細い声で言った。あなたを手放した日からずっと一日も話したことはなかった。サラの目から涙がこぼれた。声も出なかった。40年という時間がその一枚の写真の中に全て詰まっていた。母は娘を忘れていなかった。一度も、どんな日も、どんな夜も、サラは震える手でその写真を受け取った。母の指がサラの手に重なった。冷たくて細くて、でも確かなぬくもりがあった。会いたかった。母は続けた。ごめんなさい。そしてありがとう。サラは何も言えなかった。ただ母の手をしっかりと握り返した。謝罪でも許しでもなかった。ただ二つの手が40年の空白を超えてつながっていた。それで十分だった。それ以上の言葉は何も必要なかった。窓の外で風が木の葉を揺らした。光が二人の上に静かに降り注いだ。この瞬間のためにサラはここまで来たのだと、そう思った。
書類の一行が、DNA 検査が、長い旅が、すべてはこの瞬間のためだった。母の腕の中ではなくそだったけれど、母の心の中にはずっといた。それが分かった今、サラの胸の中で何かが静かに溶けていった。二人の時間は終わりへと向かっていた。しかしそれは喪失ではなかった。出会いの続きだった。それからサラの人生は変わった。大きく劇的に変わったわけではない。住む場所も仕事も名前も何も変わらなかった。しかし内側が変わった。ずっと胸の奥に開いていた穴が少しずつ静かに埋まっていった。サラはあの日以来、できる限り母のそばにいた。長距離のフライトを何度も繰り返した。仕事の合間に飛び、週末を病院のベッドのそばで過ごした。通訳が必要な会話も、言葉が届かない沈黙も、どちらも大切にした。言葉が通じなくても、手を握ることはできた。目を見ることはできた。それで十分だった。母の体は日に日に弱っていった。しかしその目はいつも穏やかだった。サラが病室に入るたびに母は必ず微笑んだ。疲れていても痛みがあってもその笑顔だけは変わらなかった。ある夜、母がぽつりと言った。通訳を介してその言葉はサラに届いた。あなたに会えた。それだけでもう十分。サラは返す言葉を持てなかった。ただ母の手を両手で包んで静かにうなずいた。涙は出なかった。泣くより深いところで何かが揺れていた。その年の秋、母は静かに旅立った。サラはそのそばにいた。最後の瞬間まで手を握っていた。葬儀は小さなものだった。母の故郷の小さな町で執り行われた。サラは見知らぬ土地で見知らぬ人々に囲まれながら、それでもここが自分の始まりの場所だと感じた。悲しかった。それは本物の悲しみだった。しかし後悔はなかった。間に合ったから、声を聞けたから、手を触れられたから。サラは帰国後、あの一枚の赤ちゃんの写真を小さな額に入れて飾った。母が40年間手放さずに持ち続けた写真を毎朝その写真を見る。その度に思う。自分は捨てられたのではなかった。ずっと思われていたのだと。書類の一行から始まった旅は終わった。しかし何かが終わったのではなく、何かがようやく始まったような気がした。サラはそう感じている。今も、これからも、次回、この旅の最後に、サラが私たちに残したメッセージをお届けする。サラのその言葉を、今も私は忘れられない。母は私を手放した。でも、忘れたことは一度もなかった。その言葉は、静かに、しかし確かに胸に刺さった。40年という時間がある。その間、二人は地球の反対側で、それぞれの人生を生きていた。母は娘のことを誰にも話せず、一人で抱えてきた。娘は自分の始まりを知らないまま、それでも前を向いて歩いてきた。すれ違い続けた40年。それが最後の6ヶ月で、交わった。人生とは、不思議なものだと思う。間に合わないこともある。間に合うこともある。サラとお母さんの場合、ギリギリで間に合った。それだけで、どれほどの奇跡だろう。あなたの周りにも、もしかしたらいるかもしれない。ずっと言えなかった言葉を持っている人が、ずっと会いたかった人が、ずっと伝えたかった何かが、今日この話を聞いて、何かを感じたなら、その感覚を大切にしてほしい。明日に回せることもある。でも、明日では遅いこともある。サラは今も、毎朝あの写真を見る。小さな額の中に収まった。生まれたばかりの自分の姿を、そしてその向こうに、笑顔の母の面影を重ねる。別れは来た。しかし後悔はない。そう言えるのは、二人が勇気を持って、その一歩を踏み出したからだ。書類に残された一行の文字。それが、全ての始まりだった。あなたの人生にも、きっとどこかに、そんな一行が隠れているかもしれない。最後まで見てくれて、ありがとう。この話があなたの心に、少しでも残ってくれたなら、それ以上のことはない。